今回は、日本と海外の行列を比べた時の体験談をお話ししていきます。合わせて、日本と外国での行列の文化やルールの違いについても説明していきます。この動画を見ることで、日本の行列で気をつけるべきマナーや、初めての体験で戸惑わないようにするためのポイントを学べます。外国人が日本で実際に体験したこと、失敗したことに興味のある方は、今のうちにチャンネル登録をお願いします。この体験談は、きっとあなたのお役に立てると思います。今となっては慣れたものですが、初めて日本で行列に並んだときは、あまりのカルチャーショックに、右往左往してしまったことを覚えています。だから、これから行列に並ぶ皆さんには、同じような思いをしてほしくないと思っています。この動画を最後までご視聴いただくことで、私が初めて日本の行列に並んだ時に感じたことや、困ったことなどがすべてわかります。外国人目線で日本の行列のことを事前に知っておきたい。行列に並ぶ上でのマナーに失敗したくないという方は、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに紹介するのは、日本の行列のでき方についてです。日本に来て最初に驚いたのは、どこに行っても人々が自然に整然とした行列を作ることでした。日本に来てすぐに気づいたことがありました。それは、どこへ行っても、人々が自然に並んでいることです。みんなが順番を守って、きちんと列を作っていたのです。これは、特別な指示がなくても、自然に起こっていました。例えば、お店の前や駅のホーム、バス停などで、人々がきれいに並んでいるのを見かけました。これは、日本に来る前には見たことがないような光景でした。私の出身国では、行列といえばごちゃごちゃとした群衆のイメージです。特に混んでいる時には、みんなが前に行こうとして押し合う様子がよく見られます。しかし、日本ではそのような光景をほとんど見かけることはありません。駅のホーム、バス停、レストラン、映画館のチケット売り場など、あらゆる場所で人々が自然に列を作ります。私が初めて東京の繁華街である渋谷を訪れた時のことです。駅から出ると、信号待ちの人々がきれいに整列しているのを目にしました。どうしてみんな自然に並んでいるんだろう、と不思議に感じましたが、周りの人々がしていることに従って私もその列に静かに並んでみることにしました。信号が青に変わると、みんなが整然と横断歩道を渡り始めました。その姿は、まるでショーを見ているかのようでした。この経験を通して、日本の方々が秩序をとても大切にする文化が、あることを実感することができました。行列を作ることが、社会の中で人々の流れを円滑にするのに、とても役立っていることがわかりました。これから日本に行きたいと思っている外国人の皆さんへのアドバイスですが、日本ではいつも周りの人々の行動をよく観察し、その行動に合わせることが大切です。人々が列を作っている場所では、迷わずにその列の最後尾に並ぶようにしましょう。
列の最後尾がわからないときには、近くの人に最後尾はどこですか？と丁寧に尋ねるのが良いでしょう。そうすることで、スムーズに列に加わることができます。こうすることで、日本の行列文化にスムーズに溶け込むことができます。また、地元の人々からも好印象を得ることができますし、海外の人へ日本通と思わせることもできますよ。次にお話しするのは、日本の行列文化で特に気をつけなければならない点です。割り込みに対するとても厳しい態度です。日本では割り込みをすると、マナー違反とみなされてしまいます。他の人に不快な思いをさせることになるので、注意が必要です。例えば、私の出身国では、行列に割り込むことはよくあることで、あまり大きな問題にはなりません。しかし、日本ではそういうわけにはいきません。日本では行列に割り込むと、周りの人たちから厳しい目で見られることが多いですので、絶対に避けるようにしましょう。ある日、私は東京の人気ラーメン店に並んでいました。1時間以上待ってもまだ順番が来ず、疲れていました。そんな時、日本人の友人から電話がかかってきて、今、その店の前を通ったよ。一緒に食べない？と言われました。私は何も考えずに、いいね、おいでよ、と答え、しばらくすると友人が来たので一緒に列に並びました。すると、後ろの人から割り込みはダメですよ、と注意されました。私は友人と一緒に食事をしたいだけなのに、と思いましたが、周りの人々の冷ややかな視線を感じると、非常に居心地が悪くなりました。そういった状況はとても不快で、気まずい思いをすることになります。結局、友人には、ごめん、また今度にしようか。と謝って帰ってもらい、私一人で並び続けました。この経験から、日本では行列の秩序を乱すことがとても悪いマナーであることを学びました。そこで、外国人の皆さんにアドバイスがあります。日本で行列に並ぶときは、絶対に割り込まないようにしましょう。これがとても大切なポイントです。他の人たちに不快な思いをさせないためにも、きちんと順番を守ることが重要です。後から来た友人や家族と合流したい場合は、最後尾に一緒に並び直すか、別々に並んでから中で合流するのが良いでしょう。ただし、日本のラーメン店では回転率が非常に重要です。中で待ち合わせをすると、お店や他のお客さんの迷惑になる可能性があるので、できるだけ一緒に並んで、一緒に入店するようにしましょう。これが周りの人へ対する配慮となります。もし誤って割り込んでしまった場合は、すぐに謝罪し、列の最後尾に並び直しましょう。日本人は謝罪を素直に受け入れる傾向があるので、誠実に対応すれば許してもらえるはずです。行列の秩序を守ることで、周囲の人々との良好な関係を築くことができます。それは、日本での滞在をより快適なものにしてくれるでしょう。次のテーマは日本人の行列に対する忍耐強さです。
その姿勢には本当に驚かされます。何時間も待つことを全く厭わない姿勢には、外国人の私としてはとても衝撃的でした。日本では、人気のあるお店やイベントのために長い時間をかけて並ぶことが普通です。この忍耐強さと順番を守る態度は、私にはとても新鮮で印象的でした。私が最も驚いたのは、東京ディズニーランドでの経験です。人気アトラクションの前に並んでいたとき、待ち時間の表示を見て愕然としました。なんと、待ち時間約180分、3時間待ちです。私は、こんなに待つくらいなら、他のアトラクションに行った方がいいんじゃないか、と思いました。しかし、周りの日本人は誰一人文句を言わず、静かに待っていました。中には楽しそうにおしゃべりをしたり、スマートフォンで遊んだりしている人もいます。私も諦めて並び続けることにしましたが、待っている間、周りの日本人の様子を観察していました。すると、多くの人が水筒や軽食を持ってきていることに気づきました。中には折りたたみの椅子を持ってきて座りながら待つ人もいます。ちなみに日本ではよっぽどのことがない限りは、地べたに座って行列に並ぶということをしません。地べたに座る行為というのは、見る人によっては行儀が悪いという印象を与えてしまいます。つまり、彼らは長時間待つことを予想して、しっかり準備をしてきたのです。この待つことを楽しむという文化に、私は新たな発見をしました。日本人は待ち時間を有効に活用し楽しむ方法を知っているのだと感心しました。結局、3時間待ってアトラクションに乗ることができましたが、その体験は待った時間に見合うものでした。待ち時間も含めて、全体的に楽しい経験となりました。日本人の待つ価値があるものなら、どんなに時間がかかっても待つ。という姿勢に感銘を受けました。外国人の皆さんへのアドバイスです。日本で人気のスポットやイベントに行く際は、長時間の待ち時間を覚悟しましょう。そして、待ち時間を楽しく過ごせるように、軽食や飲み物、本やスマートフォンなどの準備をしておくと良いでしょう。これが、日本での滞在をより快適にする秘訣です。そして、周りの日本人のように準備をすることをお勧めします。水分補給ができるもの、軽食、本やモバイルゲームなど、時間を潰せるものを持参するといいでしょう。また、天候に応じた準備も大切です。夏なら日よけや扇子、冬なら防寒具など、快適に待てるよう工夫しましょう。日本での滞在を楽しむために、こうした準備をしっかりして、長時間の待ち時間も楽しく過ごせるようにしましょう。これが、日本での体験をより素晴らしいものにしてくれます。長時間の待ち時間を有意義に過ごすことで、日本の待つ文化を楽しむことができるはずです。そして、待った先にある体験は、きっと素晴らしいものになるでしょう。待つ時間も含めて、日本の文化を深く感じることができるでしょう。次にお話しするのは、日本の公共交通機関、
特に電車やバスでの行列マナーは、世界でも類を見ないほど洗練されています。その秩序の正しさと効率の良さには感心させられます。私が初めて東京の山手線に乗ったとき、そのシステマチックな乗り方に驚きを隠せませんでした。まず、ホームには乗車位置を示すマーキングがあります。人々はその位置に整然と2列に並び、電車を待ちます。電車が到着すると、乗客はドアの両脇に分かれて並び、降りる人のためのスペースを作ります。すべての人が振り切ってから、待ってた人が順番に乗り込みます。この一連の流れが、ほとんど無言で行われるのです。私の国では、電車やバスに乗る際、みんなが一斉に押し寄せるため、降りる人と乗る人が入り乱れて大混乱になることがよくあります。そうした状況が当たり前だったので、最初は日本のこのシステムに戸惑いました。知らずに先に乗ろうとして、周りの人に止められたこともあります。日本での電車マナーについて、もっと深く知りたい方は、別の動画もご視聴ください。日本の電車マナーは思っている以上に、細かいことに気づくことができます。また、バス停での行列も印象的でした。バスを待つ人々が、来た順番に一列に並んでいるのです。誰も先を争わず、静かに順番を待っている姿は整然としていて驚かされました。日本の公共交通機関では、こうした秩序がしっかりと守られており、それがスムーズな運行と快適な乗車体験を支えているのだと感じました。バスが来ると、先頭の人から順番に乗っていきます。割り込みをするような人はめったにいません。この経験から、日本の公共交通機関における行列マナーが、効率的で秩序ある乗降を可能にしていることを学びました。ここでの外国人の皆さんへのアドバイスですが、日本の駅やバス停では、必ず行列の最後尾に並びましょう。割り込みは絶対してはいけません。電車やバスが来ても、まずは降りる人を優先します。すべての人が降りてから、順番に乗り込むようにしてください。また、ラッシュ時は特に注意が必要です。駅員さんの指示がある場合は、それに従って行動しましょう。日本の公共交通機関での行列マナーを守ることで、スムーズな移動が可能になります。また、地元の人々からも好印象を得ることができるでしょう。この文化を尊重し、実践することで日本での滞在がより快適なものになるはずです。次にお話しするのは、パーソナルスペースについてです。日本の行列で注意すべき点の一つに、パーソナルスペースの概念があります。日本人は他人との適切な距離感を非常に大切にします。私が日本に来てまだ間もない頃、このパーソナルスペースの概念の重要性を知らずに失敗したことがあります。東京の繁華街にある人気のパン屋さんで行列に並んでいた時のことです。私の国では行列で前の人との距離を詰めるのが普通だったので、何も考えずに前の人のすぐ後ろに立ちました。すると、
前に並んでいた日本人の方が、少し不快そうな表情で前に詰めました。私はさらに近づいて並びましたが、その方は何度も振り返り、明らかに居心地が悪そうでした。この経験から、私は日本でのパーソナルスペースの重要性を理解し、行列に並ぶときは適切な距離を保つように心がけるようになりました。後で日本人の友人に話したところ、日本では行列の際、前の人との間にある程度の距離を保つのがマナーだと教えてもらいました。それ以来、私は行列に並ぶ際、常に前の人との距離に気をつけるようになりました。すると、周りの人々との関係がスムーズになったのを感じました。また、エレベーターを待つ際も同じことが言えます。日本では、エレベーターの前できれいに整列して待ちます。一度、私が韓国に行った際にエレベーターを待っていたとき、日本と同じようにちゃんと並んでいたのですが、韓国人のおばさまがその列を無視してエレベーターの一番前に並んだのを今でもよく覚えています。海外ではこのようなことがあっても特に気にはなりませんが、日本ではこういう行動をすると冷たい目で見られることが多いです。ですので、皆さんは日本でエレベーターを待つときは、必ず整列して待つように気をつけてください。ここで外国人の皆さんへのアドバイスです。日本で行列に並ぶ際は、前の人との距離に注意しましょう。一般的に、前の人との間に50センチメートル程度の間隔を空けるのが良いでしょう。また、エレベーターや店舗の入り口など、待つ場所がはっきりしない場合は、周りの人の様子を観察するか、遠慮せずに近くの人に尋ねてみましょう。このようにすれば、スムーズに順番を待つことができ、周囲の人々とのトラブルも避けられます。前の人とのパーソナルスペースを意識することで、周囲の人々に不快感を与えず、スムーズに日本の行列文化に溶け込むことができます。この配慮は、単に行列だけでなく、日本での日常生活全般においても重要な要素となります。次にお話しするのは、複数の列がある場合の並び方です。この並び方は、とても効率的であり、また日本らしさを感じさせます。私の出身国では、複数のレジや窓口があるときに、一つの大きな列を作り、空いたレジや窓口に順番に進んでいくのが普通のやり方です。しかし、日本ではそうではありません。狭いコンビニや商店を除き、各レジや窓口に対して、それぞれ独立した列を作るのです。最初にこの並び方を見たとき、少し非効率的に感じました。一つの列の方が公平で早いのでは、と思ったのです。しかし、実際に体験してみると、この並び方の良さがよくわかりました。ある日、東京の大型家電量販店で商品を購入しようとした時のことです。店内は大変混雑しており、たくさんのレジに人が並んでいました。私は一番短い列に並びましたが、隣の列の方が、早く進んでいるように見え、少しイライラしていました。やっぱり一つの列の方がいいんじゃないか、
と思い始めていました。しかし、私の前の方に並んでいた日本人の方が突然体調を崩してしまったのです。その方は一旦行列から離れ、店員さんが対応に当たっていました。しばらくするとその方は無事に回復されて、戻ってきて別の列の最後尾に並ばれましたが、もし行列が一つだった場合、この出来事で全体の流れが止まってしまうところです。またこの方も戻ってきても、長い行列の一番後ろに並び直さないといけないところでした。しかし、各レジで独立した列を作っていたおかげで、他の列には全く影響がありませんでした。この経験から、日本で複数の行列を作る理由の利点を理解することができました。各列が独立しているため、予期せぬ事態が起きても、トラブルの影響が分散されて、全体の流れに大きな影響を与えないのです。ここで外国人の皆さんへのアドバイスです。日本のお店やサービス窓口で複数の行列を見かけたら、それぞれの行列がどこに向かっているのかをしっかり確認しましょう。通常、列の先頭や最後尾など近くに案内表示があるはずです。わからない場合は、近くの人やスタッフに尋ねるのも良いでしょう。同じ店内でも自分の目的に合った列を選びましょう。列によっては会員限定の列や、キャッシュレスオンリーのレジなどあるので注意しましょう。また列を途中で変更することは避けた方が無難です。列を変更する際は、もちろんですが、変更した列の最後尾に並ぶようにしましょう。この方法に慣れれば、効率的に用事を済ませることができますし、余計な時間をレジに並ばなくてもよくなりますよ。この方法できっとあなたもスムーズな買い物や手続きが可能になるでしょう。続いては、行列を整理してくれるスタッフの話をしましょう。日本では、行列を目にするのはごく普通のことです。そこで注目したいのは、行列を整理してくれるスタッフの存在です。日本では、大型イベントや人気のあるお店、そして混雑が予想される場所では、行列ができる前から各店の行列整理スタッフが配置され、案内をしてくれることがよくあります。私が初めてこの存在を知ったのは、東京で開催された大規模なアニメイベントに参加した時でした。会場に着いてみると、そこにはすでに長蛇の列ができていました。しかし、その列は驚くほど綺麗で整然としていたのです。よく見ると、制服を着た警備員のようなスタッフがあちこちに立っており、行列に並ぶ参加者の皆さんに適切な指示や案内を出していました。こちらから並んでください。この列は A 展示場へ向かいます。次の20名様、こちらへどうぞ。などなど、状況に応じてその都度並んでいる方に声をかけていました。スタッフの的確な指示のおかげで、大勢の人がいるにもかかわらず、混乱することなくスムーズに会場に入場できたのです。これはイベント会場だけの話ではなく、お正月の初詣の際にも同じように、スタッフが配置され、有名なお寺や神社では何千人という参拝者に対して、
トラブルもなく行列を管理し整列入場を行っていました。私の国では、このような大規模イベントで、行列整理スタッフを見かけることはほとんどありません。せいぜいディレクションが書かれた案内板が立ってるくらいです。そのため、人々が押し合いへし合いになり、時には危険な状況になり、大事故につながることもあります。日本のこのシステムは、安全性と効率性を兼ね備えていて、とても素晴らしい方法だと感じました。また、別の機会には、人気ラーメン店の前で、行列を整理するスタッフを見かけました。店舗は小さいにもかかわらず、わざわざスタッフを雇っているのです。スタッフは列の管理だけでなく、待ち時間の案内や店内の空き状況の連絡なども行っていました。これによって、待っている人々はストレスなく順番を待つことができ、店舗側もスムーズにお客さんを対応しているように見えました。外国から来た方へのアドバイスですが、日本で大きなイベントや人気の場所を訪れるときは、行列整理をしているスタッフがいることを気にかけると良いでしょう。また、彼らの指示にはしっかり従うと良いでしょう。スタッフはただ列を整理するだけでなく、安全管理や情報提供もしてくれています。もしわからないことがあれば、遠慮せずにスタッフに質問してみてください。きっと親切に教えてくれるはずです。また、助けてもらったら、ありがとうと、感謝の気持ちを伝えるとなおいいですね。行列を整理してくれるスタッフのおかげで、日本での大規模なイベントや人気スポットでの体験が、もっとスムーズで快適になっていることを忘れないでくださいね。彼らのおかげで、長い行列でも安心して並ぶことができるのです。次にお話ししたいのは、日本の行列文化で私が感心したことの一つに、わかりやすい順番待ちの表示やサインがあります。これのおかげで、混乱を防ぎ、みんなが公平に順番を待つことができるのです。これはとても素晴らしいシステムだと思います。スタッフの丁寧な案内と合わせて、この表示のおかげで、行列に並ぶ時間も快適に過ごせます。私がこのシステムに初めて出会ったのは、東京の大きな家電量販店でした。修理受付カウンターに行こうとしたら、順番待ちの方はこちら。と書かれている機械が置いてありました。ボタンを押すと、番号が書かれた小さな紙が出てきます。お店の人からその番号が呼ばれるまで、待合室で待つシステムでした。最初は少しびっくりしましたが、このシステムのおかげで、みんなが公平に順番を待つことができると思いました。また、待っている間に他の買い物もできるという良い点もあります。また、銀行や郵便局では、床に足型のマークが描かれていて、その上に立って並ぶようになっています。これのおかげで、ただ列を作るだけでなく、前の人との適切な距離を自然に保つことができる賢い方法だと感心しました。レストランの行列では、スタッフが順番待ちの整理券を配ることもあります。整理券があれば、自分の順番が近づいているのがすぐにわかるので、とても便利です。
また携帯電話と連動させることによって、順番が近づいてくると通知が来るようにしているお店もあります。私がいた国では、このようなはっきりした順番待ちシステムはあまり見かけません。そのため、誰が先に来たのか、今どの順番なのかがわかりにくく、時々トラブルになることがあります。日本のシステムは、そういった問題を効果的に解決していると感じました。ここで外国人の皆さんへのアドバイスです。日本で順番を待つときは、まず周りをよく見てみましょう。順番待ち機や整理券、床のマーキングなどがないか確認しましょう。見つからない場合は、遠慮せずにスタッフや近くの人に、どこで順番待ちをすればいいですかと聞いてみるといいでしょう。順番待ちの表示やシステムを正しく理解して利用することで、公平にスムーズにサービスを受けることができます。また、自分の番号や順番をしっかりと覚えておくことは、とても大切です。なぜなら、もし自分の番号が呼ばれた時にすぐに気づかないと、順番を飛ばされてしまうことがあるからです。そのため、自分の順番が来るまで注意深く待つようにしましょう。順番待ちシステムや整理券を上手に活用することで、待ち時間のストレスを減らし、より快適に過ごすことができるでしょう。ところで皆さんはせっかく並んだ行列を一時的に離れる際、どうしていますか？ここでは一度並んだ行列から離れる時のお話をしましょう。私の国では、行列から離れても、近くの人に場所を確保してもらったり、何も言わずに戻ってきて元の位置に並び直したりしても、大半の場合、許されます。しかし、日本ではそうはいきません。これはある休日、東京の人気アニメショップで欲しかった限定グッズを買うために、並んでいた時に学びました。行列に30分ほど並んだ後、突然トイレに行きたくなりました。後ろの人にすぐ戻ってくるので、場所を確保しておいてください、と頼みましたが、その人は困った顔をして、それは難しいです、と言いました。仕方なく列から離れ、トイレから戻ってきた時には、もう一度、最後尾から並び直さなければなりませんでした。限定グッズだったというのももちろんありますが、この経験から、日本では一度列を離れたら、元の位置に戻ることは周りの人からあまりいい思いをされないということを学びました。ここで外国人の皆さんへのアドバイスです。日本で長時間の行列に並ぶ際は、事前にトイレを済ませ、十分な水分や軽食を準備しておくことをお勧めします。どうしても列を離れなければならない場合は、残念ですが最後尾からの並び直しを覚悟しなければなりません。ただし、緊急の場合や特別な事情がある場合は、近くのスタッフや警備員に相談してみるといいでしょう。状況によっては配慮してもらえるかもしれません。また、グループで並んでいる場合は、交代で列を離れることもできます。ただし、離れる人数は最小限に抑えるのがマナーです。
日本の行列文化におけるこのルールを理解し、尊重することで、周囲の人々との良好な関係を築くことができるでしょう。そして、それは日本滞在をより快適なものにしてくれるはずです。次は、日本の行列文化で、私が特に感銘を受けたことについて、お話ししていきます。私が特に感銘を受けたのは、妊婦さん、高齢者、障害のある方、小さな子供連れの方などに対する優先順位の配慮です。この文化に初めて触れたのは、日本のある遊園地でのことでした。人気アトラクションの前に長い列ができており、私も並び始めましたが、列の横に優先レーンという表示を見つけました。そこには、車椅子の方や妊婦さんが並んでいました。彼らは一般の列よりも早くアトラクションに乗ることができていました。最初はいいなぁ、と思いましたが、よく考えると、これは素晴らしい配慮だと気づきました。私の国では、このような明確な優先システムはあまり見られません。そのため、支援が必要な人々が長時間待つことを余儀なくされたり、諦めて帰ってしまうことも少なくありません。日本は国民性的に、すべての人が平等に楽しめる環境を作り出しています。また、電車やバスの中でも同様の配慮を目にしました。優先席が設けられており、健常者の方々が積極的に席を譲る姿を何度も見かけました。特に印象的だったのは、混雑した電車の中で、若い学生が自ら進んで、高齢の方に席を譲る場面を目にしたことです。その自然な行動に、日本社会の思いやりの精神を感じました。ここで外国の皆さんへのアドバイスです。日本で行列に並ぶ際は、優先レーンや優先サービスがあるかどうかを確認しましょう。もし自分が妊婦さん、高齢者、障害のある方、小さな子供連れの方などであれば、遠慮せずにそのサービスを利用するのが良いでしょう。日本では、こういったサービスを利用することは恥ずかしいことではなく、社会全体でサポートしようという姿勢があります。一方、これらの優先システムを利用しない方は、優先される方々が快適に過ごせるよう協力しましょう。例えば、優先レーンを使ったり、優先席に座り続けたりすることは避けるべきです。また、周りに支援が必要そうな人がいたら、積極的に声をかけたり、席を譲ったりするのも良いでしょう。ただし、あまり押し付けがましくならないよう、相手の意思も尊重することが大切です。日本の優先順位の配慮を理解し、実践することで、より思いやりのある社会づくりに貢献することができます。そして、そのような行動は日本人からも高く評価され、より良い人間関係を築くきっかけになるかもしれません。さて、ここからは、行列に並んでいる時のマナーについてお話しします。これまでにお話しした内容と重なる部分もありますが、合わせて覚えていただけると嬉しいです。日本の行列文化には、ただ並ぶだけでなく、並んでいる時のマナーや、
過ごし方にも特別な特徴があります。私が最初に驚いたのは、並んでいる人々がとても静かだったことです。ある日、東京の人気ラーメン店で1時間ほど並んだことがあります。その間、周りの人々はほとんど大きな声で話さず、静かに待っていました。私の国では、長時間の行列はおしゃべりや騒がしい雰囲気になりますが、日本では違います。静かに本を読んだり、スマートフォンを使ったり、黙って待っている人が多いです。この静けさは、他の待っている人々へ迷惑をかけないようにしていると、後で友人に教えてもらいました。また、行列中の喫煙や飲食についても厳しい目が向けられます。基本的に、行列中の喫煙はマナー違反とされています。飲食に関しても、匂いの強いものや音の出るものは避けるべきです。ある時、私は待っている間にどうしても我慢できず、コンビニで買ったおにぎりを行列中に食べようとしましたが、周りの人の視線が気になって結局我慢しました。一方で、行列中の時間を有効活用している人も多く見かけました。語学の勉強をしている学生、仕事の資料を読んでいるビジネスマン、持参した折りたたみ椅子に座る高齢の方など、様々です。これらの観察から、日本人が待ち時間を無駄にせず、かつ他人に迷惑をかけないよう心がけていることがわかりました。外国の皆さんへのアドバイスです。日本で長時間の行列に並ぶ際は、以下のことに気をつけましょう。1、大きな声での会話は控えめに、周りの人の迷惑にならない程度の音量を心がけましょう。2、行列中の喫煙は避けましょう。喫煙所を利用するか、我慢しましょう。3、強い匂いのする食べ物や、音の出る食べ物の摂取は控えましょう。水分補給程度なら問題ありません。4、待ち時間を有効活用しましょう。本や電子書籍、ポータブルゲームなど、静かに楽しめるものを持参するのも良いでしょう。5、列を崩さないよう注意しましょう。スマートフォンに夢中になって前の人との距離が開きすぎないように気をつけましょう。6、ゴミは持ち帰りましょう。行列中に出たゴミは必ず自分で持ち帰るか、適切なゴミ箱に捨てましょう。これらのマナーを守ることで、周囲の人々と快適に過ごせるだけでなく、日本人からの好印象も得られるでしょう。行列は単なる待ち時間ではなく、日本文化に身を置く一員になれる機会にもなり得るのです。さらにお話ししておきたいのは、日本で行列に並ぶ際に、気をつけたいことの一つに季節や天候があります。これは、日本には四季があるからです。夏の暑い日と冬の寒い日では、行列に並ぶ人々の行動や準備が違います。私が特に印象に残っているのは、真夏のテーマパークでの経験です。7月の30度を超える暑い日に、人気アトラクションに並ぶために3時間以上も待ちました。真夏の太陽の下での長い待ち時間は、とても過酷でした。
ですが、驚いたことに、多くの日本人が暑さ対策をしっかりしていました。日傘を差している人や、帽子をかぶっている人がたくさんいました。また、うちわや冷却シートを使って涼を取る人も見かけました。首に巻く冷却タオルを使っている人や、携帯扇風機を持っている人もいました。皆、それぞれに工夫して暑さをしのいでいました。その光景を見て、日本人の細やかな気配りと準備の良さに感心しました。真夏のテーマパークでの経験は、暑さ対策の重要性を改めて感じさせるものでした。一方、冬の行列ではまた違った光景が見られます。年末に初詣で有名な神社に並んだ時のことです。気温は氷点下でしたが、多くの人が厚手のコートや手袋、カイロなどで身を守っていました。また、雨の日の行列では、傘の使い方にも気を使う必要があります。ある雨の日、コンサートの入場列に並んでいたとき、私は大きな傘を差していました。すると、後ろの人から傘が大きすぎて水滴が落ちてくるので、小さくしてもらえませんかと丁寧に注意されました。日本ではコンパクトな折りたたみ傘や周りに迷惑をかけにくいビニール傘が好まれます。外国の皆さんへのアドバイスです。日本で行列に並ぶ際は、季節や天候を考慮して準備をすることをお勧めします。夏の行列対策を箇条書きでまとめました。夏の行列対策。1、日傘や帽子で日差しを避ける。2、うちわや携帯扇風機を持参する。3、冷却シートや冷却スプレーを用意する。4、こまめな水分補給を心がける。5、日焼け止めを塗る。次に冬の行列対策です。冬の行列対策。1、厚手のコートや手袋、マフラーを着用する。2、カイロを持参する。3、保温性の高い靴を履く。4、温かい飲み物を用意する。5、防寒用のブランケットを持参する。雨の日の場合は次のような対策をしましょう。雨の日の行列対策。1、コンパクトな折りたたみ傘を使用する。2、周りに迷惑をかけないよう傘の向きに注意する。3、雨具を活用する。4、防水スニーカーを履く。5、ビニール袋を持参し、濡れたものを収納する。これらの準備をすることで、どんな季節や天気でも快適に行列に並ぶことができるでしょう。また、日本人のしっかりとした準備の様子を見ることで、日本の準備する文化について学ぶことができると思います。季節や天気に合わせた行列文化は、日本人が四季と一緒に生活し、他の人に気を使う良い例と言えるでしょう。さらにお話しさせていただくと、日本の行列文化を見ると、日本の社会全体の特徴がよくわかることがあります。私が特に面白いと思ったのは、行列文化に見られる集団意識と和の精神です。
例えば、新商品の発売日に大きな電気屋さんの前で一晩中並んだことがあります。その時に驚いたのは、並んでいる人たちが自分たちでルールを作り、それを全員で守っていたことです。誰もがそのルールを守り、秩序正しく行動していました。こうした集団意識と和の精神は、日本の行列文化に限らず、社会全体にも広がっている特徴だと思います。この経験を通じて、日本人の協力する姿勢や、他人への配慮の大切さを改めて感じました。皆さんも日本で行列に並ぶ際は、このような文化を尊重し、ルールを守ることを心がけてください。トイレ休憩の時の席の確保方法や、人数確認のルールなど、誰かが提案したルールが自然に広がっていきました。この様子は、日本社会の以心伝心や空気を読むという特徴をよく表していると感じました。また、行列中の人たちが静かにしているのも印象的でした。私の国では、行列中でも自由な行動をとる人が多いのですが、日本ではみんなが同じように静かに並んでいます。もちろん多少のおしゃべりは OK。これは、日本社会の協調性や同調圧力を反映しているのかもしれません。一方で、行列文化には日本社会の効率性も見られます。例えば、回転寿司店では、待ち時間を有効に使うために、並んでいる間にタッチパネルで注文を済ませるシステムがあります。これにより、席に着いた瞬間から寿司が運ばれてくるというすごい効率性を実現しています。また、行列文化には日本の技術革新も見えます。最近では、スマートフォンアプリを使った順番待ちシステムが広まっています。実際に私も、ある人気カフェでこのシステムを使いました。店舗に行かずにアプリで順番を取り呼び出しが来たら店舗に向かうというシステムです。これにより、物理的な行列がなくなり、待ち時間を有効に使えるようになりました。外国人の皆さんへのアドバイスです。日本の行列文化をただ待つだけでなく、日本社会を理解するための窓として見てみてください。1、みんなが集まっているところで、人々がどう行動しているか見てみましょう。日本人がどうやって仲良く過ごしながら、自分のしたいことをしているかわかります。2、行列の並び方がうまくいっているかどうか見てみましょう。日本の人たちが物事を良くしようとしている様子がわかるかもしれません。3、行列に並んでいる人たちが話していること、または話していないことを聞いてみましょう。言葉を使わずに気持ちを伝える方法が見つかるかもしれません。4、新しい機械やアプリがどのくらい使われているか調べてみましょう。日本の人たちが新しいものをどう受け入れているか考えるきっかけになります。5、行列に並ぶ前と後で、人々の態度がどう変わるか見てみましょう。日本人がどうやって場面に合わせて行動を変えているかわかるかもしれません。最後になりますが、行列を見ることで、日本の社会について多くのことが理解できます。行列は、
日本社会の小さな見本のようなものです。行列でのみんなの行動を見ると、日本人がどのように生活しているか、よくわかります。例えば、行列での秩序を守る姿勢や、他人を思いやる態度を観察することで、日本人の協調性や集団意識を感じ取ることができます。これらのことを知ると、日本で暮らすときや仕事をするときに、もっと楽に過ごせるようになるでしょう。行列文化を通じて、日本社会の深い部分を理解し、より豊かな経験を積むことができると思います。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや、学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。